こんにちは、ミルトンです。今日はこのエブリィに超巨大なテーブルを作ってみました。完成品がこちら。それまで作ったテーブルがこちらやこちら、こちらなので、もういかにでかいテーブルかというのが分かっていただけると思います。今日はエブリィだけでなく、どんな車にも簡単に取り付けられるテーブルを1時間1000円で作ってみました。今回はなるべく見栄えを良く仕上げたかったので、3軒のホームセンターをはしご。110センチ ×90 センチ、9ミリの板をホームセンターで買ってきました。カットはホームセンターの方にやっていただきました。今回この板を選んだ一番の決め手は、この9ミリという厚さですね。9ミリのものだと片手でギリギリ持てるサイズなので、車中泊にはちょっと向いてるかなと思いました。例えば10キロ以上のものを乗せたとしてもびくともしないものが欲しかったので、今回はこれを選んでみました。実際に置いてみるとこのような形になります。いつも使ってるコールマンのシュラフがあったので、ちょっととりあえずこれを置いてみます。かなりいい感じですね。どんどんやっても全然落ちたり外れたりする気配はないですね。で、何か物を取るときはこの荷物を外すか、もしくはここのところから隙間から取るような形で対応すればいいかなと思います。ちょっとこのシュラフがなんともダサいですけど、ここをなんとか改善したいと思います。ハンドルのこの部分だけきっちり支えられているのかっていうのがあると思うんですけども、このように手で押してもぐらつくこともないですので問題ないかと思います。で、今気づいたんですけども、このようにちょっと木くずがついてしまうことが分かりましたので、木くずが出ないような対策もやりたいなと思いました。こちらの材料の板、直角でぶつけると危ないので、このテーブルのように削って丸みを帯びさせます。使う工具は先日購入したトリマーとトリマービット。このビットセットはいろんな形に削れて便利なのですが、今回はこの絵のように仕上げたいので、坊主面というビットを使います。こちらが坊主面ビット。これらのビットの刃は鋭く危ないので、交換時には手袋を着用します。万が一の事故を防ぐために電源は抜いて作業します。映像のようにトリマーからビットを出す長さで削れる深さが変わります。このビットの削れ具合を確かめるため、まずは端材を削ることにしました。このローラー部分より上の刃が当たる部分が削れることになります。トリマーを木片に当てる際に起こるキックバックという現象を防ぐため、電源を入れて刃の回転が安定してから木材にゆっくり当てて削ります。また、万一刃が折れて飛んできても怪我をしないように手袋とマスク、メガネを着用しました。削った断面図はこのような形になります。それでは板を削っていきます。映像ではかなりサクサク削っているように見えますが、実際はすごくゆっくり削っています。トリマーは早く削ってしまうと仕上がりが汚くなるので、なるべくゆっくり力を入れずに削ると綺麗に仕上がるように感じました。坊主面ビットで削った断面図はこのような形になります。今回も塗装はせずにバーナーを使って焼き付けを行います。これは施工時間が短く仕上がりに高級感が出るのでとても気に入っています。またシートを仮置きした際についた木くずも焼き消してくれるので一石二鳥です。板を焼き終えたら布やキッチンペーパー等で磨いていきます。この作業を念入りにやるとすすが取れてツヤも出てくるので、焼き付けを行った際は必ずやります。きっちり力を入れて磨くと手でこすってもすすがつかなくなります。今回はいい感じに焼き目をつけれたので、ハンドルもウッド調のカバーをかけて色味も合わせることにしました。こちらのハンドルカバー、カインズホームで799円だったのですが、安いのにめっちゃ見栄え良くなってちょっとテンション上がりました。ではテーブルを設置していきます。手順はヘッドレストを外してシートを前に出すだけです。助手席前方を固定させるためにダイソー200円のノンスリップクッションシートを2つ購入。このままでは大きすぎるので半分にカットして使いました。私のエブリィの場合、半分にカットした滑り止めシート3枚分がちょうどいい厚さでした。このシートの固定にはダイソーの面ファスナー配線ベルトを使いました。これは板とこのシートをマジックテープで固定できるようにするために購入したのですが、
板を持ち上げてもこのシートがずれないので、テーブルを安心して使うことができます。実際に調理器具等を並べてみます。このように揺らしても少々の力では全く倒れることはありません。何か取りたいものがあってもこのように手を入れれば取ることが可能です。ヘリノックスタイプの椅子を置いて試してみました。ちょっと頭が当たっちゃいそうな感じはありますが、結構くつろぐことは可能です。ものすごく奥行きがあります。実は2人で並んでご飯を食べても十分なほどのスペースを確保することが可能です。こちら側でご飯を食べるといったようなことでも可能ですし、逆にこちら側で料理をしてこちらで料理を食べるといったような形でも大丈夫です。こんな感じでくつろぐことが可能です。僕の片腕をこのようにつけても向こうに届かないぐらいに広いテーブルですね。奥行き、向こうまでの距離が91センチで、この横が110センチありますので、かなり広いですね。家のテーブルで例えると4人分の食卓でもいけちゃうぐらいの広さのテーブルになりました。実際かなり広いスペースなので、ノート PC 等を置いて事務作業等をすることも全然可能です。運転席側からも見ていただこうと思います。かなり広いテーブルであることがご覧いただくとわかると思います。さらにテーブル下にはこのようにスペースがありますので、荷物をたくさん置いても全く問題ない感じで使えます。シートに布をかぶせてセッティングしてみました。なんとなく江戸時代のこたつ感があります。色違いのカバーでセッティングしてみました。私的には車内グランピングをイメージしてこの布を選んだつもりなのですが、やはり江戸時代感が否めません。この布にしてもこの布にしてもなんか落語感がすごいんですよね。なんでこんなに落語感があるのかちょっと謎です。今まで使っていたテーブルを今回作った板に乗せてみました。これまでのものを全て合わせても今回作ったものの方が全然大きいです。それではこのテーブルを収納していきます。まずマジックテープを外してクッションシートを取り除きます。次にフラット床を持ち上げてテーブルを下に収納したら完了です。セッティングも後片付けも10秒ほどでできちゃうと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。